お菓子の魅力といえば色彩の豊かさ、華やかさであると思うので、この色足りてないなって思ったらその色に合わせた商品考えて提案したりとか工夫しながら今までブラッシュアップしてきた感じですかね。可愛いかなみたいな感じですね。賛成。やっぱ追求していくとなかなかうまくいかなくて、もうちょっともうやめようかなと思ったこともあるけど、やっぱり諦めずにやり続けるとできるようになるっていうことも教えてもらえたかなっていう感じはありますね。お待たせいたしました。お選びいただきありがとうございます。ルクサルドグランプレミオっていうコンクールで優勝した時のケーキになります。フランボワーズのゼリーとバニラのブリュレ、チョコレートの生地にチョコレートとキャラメルのムースで、そこにヘーゼルナッツのダックワーズ、12345でマリ入れたら6かな。洗練された感じ、目で楽しめて、で味もいいお味です。ありがとうございます。ありがとうございます。またお待ちしております。7周年なんで、次8年目に入ろうかな。昔は結構なんかいろんな複雑な味わいを重ねることに意義を感じてたんですけど、やっぱり年も重ねてきてシンプルだけどいかに美味しいものを作れるかっていうところにすごくフォーカスしてますね。でもちろん僕は僕のやるべきことはやるんですけど、自分でどうとかっていうよりはみんなでどう作っていこうかみたいな感覚なので、みんなのカラーというかを一つにして独自のものを作っていくっていうのも店名にふさわしいお店のあり方じゃないかなっていうのは思います。はい白いのもちょっとだけ若干曲がってるからまっすぐしてくれる。その後ろありがとうございます。9位とかまで。まだ出してない。プリンさっきどれが正解なのかわからない。はい、お願いします。ありがとうございます。
基本的に焼き物とムースの仕上げ、上のコーティングをかけたりとかして、で、向こうの台の方で、予約のデコレーションケーキや、ショートケーキと、あと、タルトを向こうで、仕上げていく。もうすぐ、妻が来るんですけど、それを手伝いながら、で、最後にみんなで、一斉に仕上げるっていう感じで、仕事してますね。1時間後ぐらいに来るはず。子供のちょっと機嫌にもよるところはありますけど。レモンケーキの、表面に粉糖とレモン汁を合わせたものをコーティングして、そうすることで、シャリッとカリッとした食感の砂糖がけをすることで、中のふんわりしたレモンケーキとの食感のコントラストを出すようにしてます。その作業を今やってます。3人とも4月から入社したスタッフたちなんで、僕は見守りつつ自分たちで考えて自分たちでなるべく相談して仕事をしていくように、指摘するとこは指摘するけど、なるべく自分で考える力をつけてほしいので、ある程度任せるようにしてますね。石尾さんどれ見て。
ないな。これ足してないです。ずっと置いといて、乾燥防止と艶出しのための。はい。ちょっと冷やしといて。これは、ルブランといって、ホワイトチョコレートとマスカルポーネのケーキなんですけど、それの、コーティングのチョコレートを今溶かしてます。温度が大切で、毎回状態が違うので、その状態も見極めつつ、ベストなところはどこなのかを見極めて。バニラとホワイトチョコレートのケーキなんですけど、ちょっと香りの隠し味にトンカ豆で香りを抽出してて、トンカ豆でそのバニラの良さをより引き立ててます。昔は結構なんかいろんな複雑な味わいを重ねることに意義を感じてたんですけど、最近はいかにこう無駄をそぎ落とせるかどうかのお菓子にシフトしていってるような。やっぱり年も重ねてきて、シンプルだけどいかに美味しいものを作れるかっていうところにすごくフォーカスしてますね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。そんなんでいきます。いや、息子さんも一緒で。あ、そうですね。今だけ。それでそのまま行って。これそう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 。
今はイチジクが旬の時期ですんで、兵庫県産の旬のものを使ってますね。なるべくそういうふうに自分ので選んだものを使いたいなっていうのは思ってますね。はい、余ってます。はい。いいよ。はい。もうそのまま出すから。はい。毎年桃お願いしてる宮田ピーチさん、どのように作られてるか収穫されてるかを見に行きましたね、みんなで。作り手としてやっぱりどのように素材も作られているかっていうことを知ることっていうのはとても大切だと思うので、そういうところをこれからちょっともっとどんどん掘り下げていきたいなっていうのは思いますね。なんで、もう少ししたイチゴでできるんですけど、シャインマスカットもショートケーキにした時にフォーク入れた時に皮が厚いと引っかかってしまうので、切れ目を入れることでフォークに取りやすいようにちょっと工夫して一手間入れてますね。なんかもしちっちゃいボール入れたら言ってください。
ナッツのペーストを合わせたクリームです。イタリアファッションというテーマの時に優勝して、ボタンのパーツを使ったアーメ細工のベースモンって作ったんですけど、まあ、それの着想をヒントにボタンでつなぐっていう意味もあるし、お店の打ち出したいイメージにも合うので、あと、まあ、僕自身も結構お洋服好きなので、まあ可愛いかなみたいな感じですね。これはミラノですね。ルクサルドグランプレミオっていうコンクールで優勝した時のケーキになります。フランボワーズのゼリーとバニラのブリュレ、チョコレートの、生地に周りがチョコレートとキャラメルのムースで、そこにヘーゼルナッツのダックワーズで、上がフランボワーズのグラッサージュ、まあ、ゼリーのような感じの123で、マリ入れたら6かな。
なんていうの、コンクールとかこう戦うためのお菓子というか、僕もこれ考えたのももう10年ぐらい前のケーキなので、今年に入ってちょっとだけ微調整はしましたね。やっぱり10年前より自分も成長してるし、大きく枠は変えずにちょっと油脂分とか糖度であったりとか、そのグラムのバランスとかを整えながら、そのブラッシュアップは続けながら思い入れもあるお菓子なので出し続けていけたらなと思ってます。ございます。別の存在というか、お店っていうものっていうのもあるし、あとはコスの方バナナの全部。でも秋のもの、モンブランも今からやりますし、ナッツとスパイスのケーキであったりとか、秋冬を感じられるようなラインナップにはしてますね。バンズとかにもう一人友達呼んできた。もうちょいでここに来る。待ち合わせしてるの？うん。ちょっと遊びに来ました。
分なんか低かった時にそれを使ったような。右の右の下。これはルショコラっていうチョコレートケーキの上にかけるココアの、グラッサージュっていうんですけど、ツヤのあるチョコレートソース。緊張するな。やはり前日に仕上げてしまうとツヤが消えてしまったり、美味しさにもやっぱり差が出てしまうので、お客様に食べてもらうまでの時間を短くできるように当日の朝仕上げてますね。あ、いや別に空いとっても大丈夫。これはピスタチオとグリオットチェリーのバタークリームのケーキです。はい。
これで出してみて。7年ですね。7周年なんで、次8年目に入るのかな。初めは自分のもの、お店が自分のもので、自分がこうしたいみたいな、自分の、子供のような感覚ではあったんですけど、それがそういうような環境が変わっていくにつれて、自分は店の一部というか、あくまで自分もお店というものの一つの要因っていう風な感覚になってきたので、みんなで作り上げるもので、もちろん僕は僕のやるべきことはやるんですけど、僕自身とパレットローブは別みたいな。だから自分でどうとかっていうよりは、みんなでどう作っていこうかみたいな感覚なので、みんなのカラーというかを一つにして独自のものを作っていくっていうのも、店名にふさわしいお店のあり方じゃないかなっていうのは思いますね。はいバナーヌとミスカのプライスが歪んでるのと、こう実はマカロンがずれてる、多分正面が違うかも。やっぱ主役はこっち側なので、こっち側からどう見えるかっていうことが一番大切なので、若干もうちょい蓋をきれいにまっすぐ、そうそれ白いのもちょっと若干曲がってるからまっすぐしてくる。艶があるものだけではなくて、クリームの美味しそうな表情であったりとか、焼かれたキャラメルの美味しそうな表情であったりとか、そういうのいろんな表情があるショーケースを目指してやってますね。お菓子の魅力といえばやはりその色彩の豊かさ、華やかさであると思うので、この色足りてないなって思ったら、その色に合わせた商品を考えて提案したりとか。してます。はい、いらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。
もっと違う日も水も買ったよ。パパのはママも買ったよ。フランボワーズすいません。2個。あ、2つ。まあでも今日だから。で、あとレモンケーキを2つかしこまりました。お待たせいたしました。お選びいただきありがとうございます。ご来店いただきありがとうございます。ケーキお待ちのお客様お待たせいたしました。ご確認お願いいたします。はい、ありがとうお間違いございます。ないでしょうか。はい、ありがとうございます。お気をつけてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。夫のバースデーケーキをチョコレートのコクのある感じとフランボワーズかな、酸味のちょっと効いた感じでいいお味です洗練された感じ、目で楽しめて、で味もすごい調和の取れたというかバランスのいい、ちょっと素人には考えつかない配合をされてて美味しいです。見た目ほっそりしてスレンダーでなんかクールな感じなんですけど、すごい熱量のある人なんだなと思って頑張ってほしいなと思って。お誕生日おめでとう。はい。かしこまりましホールがスイーツだってないかと思って。た。あ、よかったです。ちょっとお願いしますそんなことないかお願いしたからか。119度まで煮詰めます。これを卵白に注ぐ。熱が逃げないようにこれは色付けした卵白です。まず半分同じ状態に持っていく。しっかり合わせて均一な状態に。ここからが大切な作業で、メレンゲを殺さないように生地に合わせます。ここからマカロナージュと呼ばれる作業なんですけど、生地をある程度すり合わせていって軽さをちょっとずつ落としていっていいバランスに整えていく作業ですね。絞った時に広がってツヤも出てきて粘りが出てきます。やっぱりアーモンドとかも自然なものなので、その時の油脂分とかが違うし、その室温にもよるので、その状態を見てですね、会話をしながらというか。結構1個大ぶりにしてて、1個で満足感を感じてもらえるサイズ感にしたくて、後ろから
板を叩くことで大きい気泡を抜きます。で上の角を平らにして高さを、薄くすることで火を通りやすくしてます。覚えてます。はい。で、お会計が1400円になります。よかった、おかけになってます。ありがとうございます。ピアノのクラスよく頑張ったから子供も毎週、1回2回食べたいってここに来ました。何のケーキが好きか教えてください。チョコレートケーキ。チョコレート。チョコレート。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。この表面を乾かしてて膜を作るんですね。でここで一膜作っておくことで焼き上げた時に割れないんですよ。なので雨の日とかはちょっと避けてますね。湿度がないと乾いてくれないので。もうちょっとかな、もうちょっとだけ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。大きさを。お待たせいたしました。ノアゼットバナナ。お願いします。かまりました。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたしました。お選びいただきありがとうございます。ありがとうございます。またお待ちしております。祖母の誕生日が10月なので誕生日ケーキで今日も買ったんですけど、イチジクとかシャインマスカットとか季節もんで、いや、まあ外観がおしゃれやなと思ったんでちょっと気になって入って、で最初買ってすごい美味しかったんで、それでなんかリピートするように。焼き菓子も美味しかったです。焼き菓子も美味しい。今から食べます。ぜひ楽しんでください。ありがとうございます。出来たて焼きたてのありますレモンケーキ。初めてなんです。いただくの。焼きたてを。そうでずっと食べたかったんです。でやっと買えたって感じです。だからめっちゃご縁だなと思ってラッキーです。めっちゃ嬉しいです。焼成の温度低くて焼成を短くすると確かにこの発色は綺麗には出やすいんですけど、中まで火が入ってないマカロンが結構多いと思うので、きっちり中まで焼きながら鮮やかさを失わない焼成温度と焼成時間をすごく研究しました。少しずつ工夫しながら今までブラッシュアップしてきた感じですかね。はい。
いい感じ。今日はバ今ッチリ。日いい感じですね。じゃあこの時も一個一個今日の出来はどうだったかなっていうのを確かめながらやってますね。なんかボタボタってそれ。実際自分がどんなお店をしようかって思った時にお菓子っていうもののどこに魅力を感じたかというと、僕は鮮やかさに僕は魅力を感じてお菓子屋さんになろうと思ったので、お店を象徴する商品は何だろうと思った時にマカロンをショーケースの上に据えれるようなお店になりたいなっていうところから始めました。でその中でやっぱり本当に結構難しいお菓子なので追求していくとなかなかうまくいかなくて、もうここ1年ぐらいでまあいいかなって思えるこの状態に持ってこれたので、まあそのうまくいかない中にもすごく学びがたくさんあったので、もうちょっともうやめようかなと思ったこともあるけど、やっぱり諦めずにやり続けると問題なくできるようになるっていうこともまあ教えてもらえたかなっていう感じはありますね。ケーキのようなマカロンを目指してて、ピスタチオのクリームの中にグリオットチェリーを入れてて、食べ進めていく中で変化があるような。何でもそうですけど、やっぱり簡単に何でもうまくいくことよりうまくいかないことの方がたくさんあるんですけど、うまくいかないことにこそ学びがあるというか、そこでやっぱ諦めずに踏ん張れるかどうかというか、
これに関してもうまくいかないことも諦めずにやり続けたらできるようになったっていうことが僕の財産になるというか、やりきれるかどうか諦めない姿勢が一番大切かな。コンクールもそうなんですけど、やっぱり結果が出るか出ないかとかうまくいくかいかないかなんて誰にも未来のことは分からないですけど、それを自分を信じることの大切さっていうことをそういうことから学べたかなとは思いますね。なのですんなりうまくいくことよりうまくいかないことの方が人生にとって価値になるんじゃないかと僕は思ってます。僕も入りたての頃全然仕事ができるタイプじゃなかったのですごく苦労した思い出があるので、どちらかというと器用ですっと何でもできる人よりやっぱりなかなかうまくいかない人の気持ちもすごくよくわかるので負けずに諦めずに粘り強くやってほしいなと思いますね。自分自身もそういう背中を見せていけたらいいかなというか、今は大変とか辛いことがあるかもしれないですけど、こんな自分でもやることを重ねていけば、ここまでいけるっていうことを見せられるような存在であれたらいいなとは思いますね。